はい、こんにちは。引き続き旧高野団メンバーの考察をやっていきたいと思います。今回はコルカスです。割とかっこ悪いシーンが多かったり、旧高野団ではどちらかというと嫌われ者の役割を演じている彼ですが、なかなかどうして魅力的なキャラで、僕はかなり好きなんですよね。それでは行ってみましょう。コルカスは旧高野団の専任長の一人であり、高野団に入る前は盗賊団の首領をしていたという過去があります。初登場の時にはガッツが入団する際、ガッツに一方的に戦闘を仕掛けますが、あっけなく仲間を返り討ちにされてビビってしまう。なんとも情けない姿を晒します。しかし実績を見れば彼も専任長の一人として最終的には貴族の称号までもらうことになるので、しっかりとした実力者であることは間違いなさそうです。戦闘中の活躍などの描写はあまり見られないんですが、毒舌でひねくれ者、ガッツに食ってかかるシーンが特に多く見られます。初対面の時に仲間をガッツに切られていることも関係しているのでしょうか。ガッツに対する彼の思いはなかなか考察しがいがありそうです。まずミッドランド王の秋の狩りに高野団メンバーが警護に当たる仕事を任された時のこと。貴族たちの道楽に付き合わされるのを嫌がるガッツに対して、コルカスは否定的な感情をむき出しにします。秋の狩りの警護はミッドランドの中でも今まで白竜騎士団にしか許されてはきませんでした。高野団はそれまでのチューダーとの戦闘で目覚ましい戦績を収めていたため、特別な待遇を受け、この仕事を任されたわけですね。そもそも騎士の称号も持たなかった傭兵集団からしてみれば破格の大出世。グリフィスをはじめほとんどが平民出身ですからね。このような選ばれた者の特権を得るために厳しい戦場をくぐり抜けてきたコルカス。しかしガッツは、俺にはこいつを振り回してる方が性に合ってると言います。このセリフはコルカスが戦場に生きることの目的意識を丸ごと否定してしまうような言葉ですよね。これがコルカスにとっては脅威だったのではないかと思います。コルカスとガッツは同じ高野団にいながら、モチベーションからして完全に次元が違うということが表現されています。ちなみにこの時のガッツはまだ自分がどのような方向に進むのか考えてもいない段階で、とにかくグリフィスについていく、こいつのために剣を振るうということのみがモチベーションになっています。ガッツはグリフィスに対して不正を求めているという僕の説が正しいとすれば、父親に愛されるために必死で父の手伝いをする子供のような立ち位置になっています。出世というものに全く無頓着であることからも表現はされていませんが、ガンビーノとの間で刻まれたトラウマを解消するために、父代わりのグリフィスとの関係のみに集中していたのではないかと考えられます。この時のコルカスとのやり取りで表現されているガッツと他の団員の目的意識の違いが、最終的にガッツが退団することになる精神的部分の伏線になっていますね。ガッツが高野団を脱退する夜、コルカスとジュドーがガッツを酒場に誘います。この時のコルカスが激しくガッツを罵るわけですが、長いので要約しますと、何度も戦場をくぐり抜け、何度も生死の境をさまよいながら、やっとの思いで手に入れた平民出身の者にとっては望むべくもないミッドランドの貴族の称号。それをあっけなく捨ててしまおうとしているガッツが信じられないわけですね。しかしガッツにしてみれば友であり無意識的な父代わりでもあるグリフィスと対等であるため、もしくは精神的に父を乗り越えるためにグリフィスの夢の中に埋没する存在でいるわけにはいきません。それではグリフィスはガッツに振り向いてはくれない。このグリフィスと対等でいるためにという言葉にさらにコルカスは食ってかかります。グリフィスは特別であり、誰も彼の隣に並ぶことなどできない。ガッツの出世もグリフィスのおかげだろうと。しかしガッツは出世には興味がなく、漠然としてはいますが、グリフィスの手駒でいることではなく、自分で勝ち取る何かを求めている。コルカスにしてみればそれこそがガキのザレオと。そんなものが見つかることは稀であり、もし見つかったとしてもそこで勝者になることはさらにほんの一握り。
大抵の人間は自分の力量を見極めて現実と折り合いをつけてやっていくものだという流れですね。このシーンの会話からはいろんな気づきがありますよね。まずはコルカスが語っている内容がかなり現実的であり一般的であるということ。似たようなことを僕も父から言われたことがあるような気がします。親を見りゃ俺の将来知れたものという言葉がありますが、あまりに現実離れした達成の可能性の限りなく低い夢を見る者に対し、世間の多くの大人は先のコルカスのような助言をするのではないかと思います。身近な人ほど彼のように現実に即した助言をするものですよね。ある程度距離が離れた関係だといいじゃんいいじゃんみたいな感じで軽く応援してくれたりします。そう考えるとコルカスもガッツに対して憎まれ口ばかり叩いてはいても、本当のところはそんな雲をつかむような話してないでな、俺らと一緒にさみたいな気持ちがどこかにあったんじゃないかなっても思うんですよね。夢を目指して出ていこうとするものを感情的にガンガンに否定する理由は引き止めること以外に何かありますかね。さらにその後児童が語っているように、コルカスも元は盗賊の狩猟であり、彼にもガッツのように目指した自分で手に入れる何かがあったのかもしれないという事実。ここからコルカスがガッツを罵っている言葉は全て過去のコルカス自身に向けられているものであることが伺えます。彼は自分の夢を探しに出ていこうとする若いガッツを見て、失敗してしまった過去の自分と重ね合わせ、さらに頭にきていたんでしょうね。昔の自分を見ているみたいでムカつくってやつでしょうか。お前にはねえのかそういうのというガッツの言葉にぎょっとした表情をした後、それに応えることなくその場から去ってしまうコルカスを見ると、過去の自分を愛おしく思う気持ちが透けて見えてきます。職の場であまりの凄惨さに悪い夢だと現実逃避する彼ですが、その後一体どこからが夢だったのかと疑問に思い、ミッドランドも高野団も全部夢だったのか。確かに自分にとってはあまりにできすぎていて現実感がない。そして彼を語るにあたって最重要と思われるセリフ。目が覚めりゃまた何でもねえ俺がいるんだ。ここの何でもねえの横に強調を表す点がついていますが、これが彼の深い自己否定的な感情を表していますよね。この憎まれ口やガッツの夢に対する否定的な感情も全ては自己否定的感情の投影と言えるでしょう。おそらく彼は特別な能力を何も持たないと自分を評価していて、それがコンプレックスになっていたものと考えられます。故に彼は出世にこだわり、肩書きにこだわり、貴族という称号を得るところまで来た自分の努力にこだわった故にガッツに噛みつきました。何でもない自分を飾ってくれるものをまるで古着でも脱ぎ捨てるように捨ててしまうガッツを見ていると、いかにも自分が詐称なものに見えたことでしょう。彼の最後は女型の人の胸に顔をうずめ、畜生、どうして俺ってやつはよ、と泣きながら迎えることになります。憎まれ口を叩きながら、本当は常に自己否定的な感情に苛み、自己の存在に安心感を感じることができず、最後は女性、つまりは母性に包み込まれ安心感を得ようとして死ぬ。切ないやつですよね。ガッツとの関係でもう一つ言及したいシーンが、ガッツが高野団に帰ってきた時にグリフィスの顛末を聞いて、自分がグリフィスを追い込んでしまったんじゃないかと危惧するガッツに、うぬぼれんじゃねえぞ。グリフィスがあんなことになったのはてめえのせいなんかじゃねえ。絶対ねえ。絶対にな。ここでグリフィスがガッツの影響を受けることはないと、ガッツとグリフィスの差を強調するようなセリフになっていますが、このセリフは彼の本心はどうあれ、作品の中ではガッツのグリフィスへの罪悪感を和らげようとする言葉にもなっていて、二重の意味が付加されています。さらに畳みかけるようにあまりにもくどく否定しようとするところに、やっぱコルカスはガッツの感情をおもんばかっているのではというポジティブな想像をしちゃうんですよね。いや、このセリフすごいなって思うんですけどね。で、この作品の一番最初にガッツが倒す人がコルカスを殺した人じゃないですか。この作品ってコルカスの敵討ちから始まってるんですよね。いや、熱いですよね。高尾団に戻ったガッツに対してそっぽを向いているコルカスを見て、ガッツは微笑んでいたり、憎まれ口ばかり叩いてお互いに仲良くもしないけど認め合っているような関係といいますか、やっぱりガッツとコルカスの間には表面的には見えない絆があったと匂わせているように感じるんですよ。その匂わせ具合がすっごくおしゃれですよね。丁寧に描かれてるなって思います。
ということで今回はコルカスの考察をやってみました。原稿を書いててそのボリュームに実は僕はコルカスに対する思い入れが非常に強いことに気がつきました。いや、いいキャラですよ彼。最近高野団考察なので初期までの流れを何遍も読み直すことになっているので正直辛いものがあります。各キャラクターの思いやそれが成就されることなく非業の死を遂げる様子を繰り返し読んで想像して文章に落としていく行為ってなかなかのエネルギーを使いますね。これからも頑張っていきます。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。